皆さんこんにちは。これから5ヶ月から6ヶ月頃の離乳食についてお話しします。離乳食を進める上で注意が必要なこと、大切なことがあります。詳しくは動画離乳食をスタートする前に知っておきたいことをぜひ一度ご覧ください。それでは5ヶ月から6ヶ月頃の特徴をお話しします。この時期は離乳食を飲み込むこと、その舌触りや味に慣れることが主な目的です。離乳食は1日1回とし、滑らかにすりつぶしたポタージュ状の硬さにします。口を閉じて取り込んだり飲み込んだりすることを覚えていきます。調味料による味付けはまだ必要ありません。続いて離乳の開始から1ヶ月の進め方の目安をお話しします。最初は消化吸収の良いおかゆから与えていきます。10倍がゆをすりつぶしたつぶしがゆを離乳食用のスプーン1さじから始めます。1日ごとに1さじずつ増やして1週間試します。2週目になったらおかゆに加えて野菜を与えます。野菜は種類を変えて試していきます。3週目から4週目になったら豆腐や白身魚、固茹でにした卵黄などタンパク質を多く含む食品を始めます。新しい食品は1日1種類とし、離乳食用スプーン1さじから試しましょう。どの食品もしっかり火を通すことが大切です。内容や量、進め方は目安であり、お子さんの成長や個性に合わせて進めるようにしましょう。次に離乳食の作り方をご紹介します。まずはじめに10倍がゆについてです。米1に対して10倍の水を加えて炊いたものが10倍がゆです。作りやすい分量での作り方をご紹介します。10倍がゆの作り方です。鍋にお米1/2カップと水5カップを入れ、20分ほど吸水させます。蓋をして火にかけ、沸騰後弱火で約50分炊きます。火を止め、蓋をして約10分蒸らしたら10倍がゆの完成です。つぶしがゆの作り方です。裏ごし器などにおかゆをのせてスプーンの背で押すように裏ごします。裏側についているおかゆを取り、スプーンで軽く混ぜて完成です。離乳食はこのつぶしがゆから始めます。慣れてきたら粗つぶしにしましょう。お皿に10倍がゆを入れてスプーンの背で押しつぶすと粗つぶしがゆの完成です。さらに慣れてきたら潰さずに揚げていきます。1ヶ月かけてステップアップしていきます。鍋で作る場合は弱火にしたら蓋を少し傾けておくと吹きこぼれにくくなります。水分が足りなくなったら様子を見て足しましょう。米から作る場合とご飯から作る場合の水加減の目安です。10倍がゆをご飯から作る場合は5倍の水を加えて約30分炊きます。毎回離乳食を作るのは大変ですが、時間がある時にまとめて作って小分けにして冷凍保存しておくと便利です。フリージングと解凍の仕方についてご紹介します。フリージングバッグに調理した離乳食を入れます。空気を抜いて平らにしていきます。箸を使うと平らにしやすいです。1回分ずつ筋をつけて冷凍すると使う分だけ取り出しやすくなります。
だしやスープなどの液体を冷凍する場合は、製氷皿や小分けの容器での冷凍保存がおすすめです。冷凍後、蓋がなければフリージングバッグに入れて保存します。電子レンジでの解凍・加熱調理の仕方についてです。必要な分を筋をつけた部分で折り、耐熱容器に取り出します。水分を足してからふんわりとラップをかけて電子レンジでしっかり加熱します。加熱後、少し混ぜたら完成です。冷凍した離乳食は1週間を目安に使い切りましょう。必ず再加熱をして利用します。解凍後は再冷凍しないでください。小分けにし、短時間で凍らせるようにしましょう。離乳食はお子さんにあげる前に形状や温度などを大人が味見をしてからあげましょう。味見分も含めてやや多めに用意すると良いでしょう。だし汁を使うとうまみが加わり、素材の美味しさが引き立ちます。薄味でも美味しく食べられるので、大人の食事にも離乳食にも使ってみましょう。昆布だしの作り方です。鍋に昆布と水を入れて30分程度浸しておきます。浸水後、火にかけ弱火で煮立てないようにします。沸騰直前に火を消し、昆布を取り出します。再び火にかけ、ひと煮立ちしたら完成です。だしを使って食材の硬さを調整するとうまみも増します。続いて簡単昆布だしの作り方です。分量の水の入った密閉容器に昆布を入れます。蓋を閉めて冷蔵庫で一晩置くと完成です。必ず加熱してから使用するようにしましょう。昆布だしの他に鰹節でも美味しいだしが取れます。鍋で作る方法もありますが、今回は小袋の削り節を使った簡単鰹だしの取り方をご紹介します。耐熱容器に茶こしをのせ、鰹節を入れます。そこに熱湯をかけます。少し置いてから引き上げて完成です。離乳食のように少量を使いたいときに便利な方法なので、ぜひ参考にしてみてください。数種類の野菜を煮込んだ野菜から取れるだし、野菜スープも素材のうまみがたっぷり入っているのでおすすめです。野菜スープの作り方です。アクの少ないかぼちゃ、人参、キャベツ、玉ねぎ、かぶ、じゃがいもなどから3種類ほど用意します。鍋に一口大に切った野菜を入れます。大きめに切りましょう。昆布を入れるとうまみが増します。浸るくらいの水を入れます。火にかけ柔らかくなるまで約30分煮て、指で簡単に潰せるくらいの硬さになったら完成です。野菜のうまみが出たスープをだしと同じように使います。煮込んだ野菜は潰したり刻んだりして野菜スープで伸ばして離乳食に活用しましょう。離乳食を取り分けたら大人用にもアレンジできます。大人の食事へのアレンジのご紹介です。野菜スープに味噌を足すと具沢山味噌汁に、コンソメを足すとポトフに、カレールーを足すとカレーになります。
野菜にドレッシングをかけるだけでも温野菜サラダとして美味しく食べられます。大人は野菜を1日 350g 摂ることが目標となっています。ぜひ大人の食事にもアレンジして取り入れてみてください。次に野菜についてです。離乳食では野菜は基本的に皮を剥いて使います。さつまいもやかぶなどは皮を厚めに剥くと良いでしょう。じゃがいもペーストの作り方です。皮を剥いたじゃがいもを適当な大きさに切って水にさらします。小鍋にじゃがいもとかぶるくらいの水を入れて水から茹でます。沸騰したら約10分から15分煮て柔らかくなっているか確認します。少量作る場合は一つ取り出してラップで包み、じゃがいもを指で潰します。潰したじゃがいもを器に入れて茹で汁など水分を少し加え溶きのばします。スプーンの背で滑らかにし、ポタージュ状になったら完成です。慣れてきたら水分を減らし、ヨーグルトくらいの硬さにしていきましょう。じゃがいもだけを煮るのではなく、一つ前にご紹介した野菜スープからじゃがいもを取ってペーストにしても良いでしょう。かぼちゃやかぶ、さつまいもなどの野菜も同じ方法でできます。ほうれん草など葉物の野菜は葉先などの柔らかい部分を使い、刻んだり裏ごしたりしてペーストにします。詳しくは離乳食テキストのほうれん草ペーストを参考にしてください。野菜のペーストにも慣れてきたら、豆腐や白身魚といったタンパク質を多く含む食品も試していきます。魚はタイやタラ、カレイなどの白身魚から始めます。刺身用の魚は1切れ 10g から 15g で使いやすく、新鮮で骨もないのでおすすめです。電子レンジで作る白身魚のペーストをご紹介します。白身魚のペーストの作り方です。耐熱容器に魚を入れてひたひたになるくらいの水を入れます。ふんわりとラップをかけて600ワットで約40秒加熱します。魚にしっかり火が通っているか確認し、すり鉢に入れ、だし汁または茹で汁を加えながらすりつぶして滑らかにします。耐熱容器に移し、水溶き片栗粉を加えます。水溶き片栗粉の作り方です。片栗粉1に対して2倍から3倍の水を加えます。よく混ぜて使います。すりつぶした魚に水溶き片栗粉を加えて混ぜます。ふんわりとラップをかけて600ワットで約20秒加熱します。スプーンで少し混ぜてぽってりとした状態になったら完成です。電子レンジでの作り方をご紹介しましたが、鍋でも作ることができます。切り身の魚を使用する場合は塩気のない生魚を選び、皮や骨を取り除いて使いましょう。離乳食に慣れ、1日2回食に進む頃には、おかゆの主食、白身魚などの主菜、野菜の副菜が揃った食事にしていきます。個人差があるので、個々のペースで進めていきましょう。また、離乳食だけではなく、家族の食事も主食、主菜、副菜を揃えましょう。続いて卵黄ペーストをご紹介していきます。
卵は乳幼児の食物アレルギーの原因として多い食品ではありますが、栄養価が高い食品の一つです。自己判断で開始時期を遅らせないことが大切です。卵黄より卵白の方が、固茹でより半熟の方がアレルギーを起こしやすいので、固茹でにした卵黄の中心部からスタートします。卵黄ペーストの作り方です。鍋に卵とかぶるくらいの水を入れて、沸騰後約13分茹でて固茹でのゆで卵を作ります。水にとって殻を剥いた後、黄身と白身に分けます。すり鉢に黄身を入れて、だしや野菜スープなどの水分で溶きのばして完成です。スプーンの背で黄身を潰しても簡単に作ることができます。体調の良い時に少量から試しましょう。小麦を試すときは、パンよりも乾麺のそうめんやうどんの方が原材料がシンプルで良いでしょう。そうめんは柔らかくなりやすくおすすめです。そうめんの柔らか煮の作り方です。ビニール袋にそうめんを入れて細かく折っておくと扱いやすくなります。ラップの芯や綿棒を使うと簡単に細かくなります。そうめんは表示茹で時間の2倍から3倍長く茹でます。湯を切り、そうめんを水で洗って塩気を取ります。食べづらい場合はすり鉢で潰したり、包丁で刻んだりしましょう。鍋に移し、野菜スープなどを加えて柔らかくなるまで煮て完成です。柔らかく煮て刻んだ野菜など具材を入れてアレンジもできます。そうめんやうどんなどの乾麺は塩が多く含まれているので、しっかり水洗いをし、塩気を取り除く必要がありますが、食塩不使用であらかじめ短くカットされたベビーフードもあります。板橋区ホームページからダウンロードできる離乳食講習会テキストもぜひ見てください。お子さんにはそれぞれ個性があり、また体調や気分によっても食事が進むとき、進まないときがあります。お子さんの様子を見ながら焦らずゆったりとした気持ちで進めていきましょう。動画7ヶ月から8ヶ月頃の離乳食もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。